2025年、アメリカ、テキサス州で、ある事件の全貌が明らかになった。その瞬間、捜査官たちは言葉を失った。目の前に広がっていたのは、単純な交通事故死ではなかった。17年という歳月をかけて、一人の男が静かに、そして緻密に積み上げてきた、完璧な計画の痕跡だったのだ。高速道路での追突事故、妻は即死だった。夫は悲しみに暮れる遺族として、葬儀に参列した。涙を流し、周囲の同情を一身に受けた。誰もが、これは不幸な事故だと思っていた。しかし、保険会社が動き出した時、奇妙な事実が浮かび上がってきた。夫が妻にかけていた生命保険の総額は、常識をはるかに超えていた。しかも、その保険契約は17年前から、まるで計画されていたかのように段階的に増額されていたのだ。さらに調査が進むにつれ、事故前の3ヶ月間に GPS 記録が意図的に操作されていたこと、自動車の整備記録が不自然に削除されていたことも判明した。偶然では説明できない。あまりにも、すべてが、整いすぎていた。保険調査官の一人はこう語った。これほど長期間にわたる準備を見たのは、キャリアの中で初めてだ。と、では、この男は一体いつから、どのように計画を練り始めたのか、そして、妻はその長い年月の中で、何かに気づいていたのだろうか。すべての始まりを知るために、まずは妻が生きていた日々へと、時間を巻き戻してみよう。テキサス州の朝はいつも静かに始まる。広い空に薄く雲が広がり、乾いた風が草原をそっと撫でる。そんな穏やかな蝶が、彼女にとっての日常だった。妻の名はレイチェル。当時43歳、テキサス州郊外の小さな町で、夫のダニエルと2人の子供と共に暮らしていた。彼女は地元の小学校で補助教員として働いていた。子供たちに慕われ、同僚からの信頼も厚かった。職場では明るく、笑顔を絶やさない人物として知られていた。朝のルーティンは決まっていた。6時半に起床し、家族のために朝食を用意する。子供たちを学校へ送り出してから、自分も車に乗り込む。それが、彼女の毎日だった。夫のダニエルは建設関連の会社に勤める。見た目には、ごく普通の父親、だった。近所付き合いも良好で、地域のバーベキューにも顔を出す。誰もが彼を、良い夫、と思っていた。しかし、その笑顔の裏で何かが静かに動いていた。誰も気づかないまま、長い時間をかけて、2025年、春のある朝、レイチェルはいつも通り子供たちを見送り、車のエンジンをかけた。バックミラーに映った我が家を、最後にもう一度だけ見た。その日、彼女が高速道路に乗ることを、夫はとっくに知っていた。ハンドルを握る彼女の手は、その朝も穏やかだった。何も疑わず、何も恐れず、ただ、いつもと同じ一日が続くと信じていた。だが、その、いつも通りの朝、は、二度と戻ってこなかった。その日の朝、2025年3月のテキサス。空は青く澄んでいた。レイチェル・モンローは午前8時過ぎ、自宅のガレージを後にした。行き先はいつも通りの職場だった。ルートも、時間も、何一つ変わらない。ただの平凡な火曜日のはずだった。週間高速道路35号線に入って、およそ20分後のことだった。後方から猛スピードで迫ってきた車両が、レイチェルの乗るセダンに激しく追突した。車は制御を失い、中央分離帯に激突。そのまま横転した。最初に気づいたのは、後続のトラック運転手だった。男性はとっさに車を止め、煙を上げる現場へと駆け寄った。後に彼はこう証言している。ドアを開けようとしたが、びくともしなかった。窓越しに見えた彼女は、もう動いていなかった。と、救急隊員が到着したのは、通報から11分後。しかし、レイチェルはすでに意識を失っていた。病院へ搬送されたが、帰らぬ人となった。死因は、頭部への強い衝撃による外傷性脳損傷。警察は当初、単純な追突事故として処理を進めた。夫のダニエル・モンローは、知らせを受けるとすぐに病院へ駆けつけた。その表情は、憔悴しきっているように見えた。涙を流し、妻の名を呼んだ。周囲の誰もが、彼を深く傷ついた夫だと思った。だが、事故からわずか4日後、ダニエルは生命保険会社に対して、保険金の請求手続きを開始した。その金額は、
合計で320万ドル、日本円にして、およそ4億8000万円。あまりにも迅速な動きに、担当調査官の一人が首をかしげた。そして、ある書類の束を引っ張り出した瞬間、調査は全く別の局面を迎えることになる。捜査が静かに動き始めた。保健調査官の名前は、マーカス・コールマン。テキサス州で15年以上のキャリアを持つ、ベテランの調査官だった。彼が最初に違和感を覚えたのは、請求書類の日付だった。事故からわずか4日、普通、深く悲しんでいる遺族が、そこまで迅速に動けるものだろうか。コールマンはそう思いながら、書類の束をめくり続けた。そして、一枚の契約書に目が止まった。ダニエルがローラの生命保険に初めて加入したのは、2008年のことだった。つまり、今から17年前、二人がまだ結婚して間もない時期に、彼はすでに高額な保険契約を結んでいた。それだけではない。その後の17年間で、ダニエルは計6回にわたって保険の契約内容を変更していた。変更のたびに、保険金額は上がっていた。少しずつ。しかし確実に、まるで誰かに気づかれないよう、時間をかけて積み上げるように、コールマンは書類を閉じ、静かに息を吐いた。これは、事故ではないかもしれない。その直感が、正式な再捜査への扉を開いた。2026年1月、テキサス州警察はダニエル・ハリスを、妻ローラの死に関わる第一容疑者として特定。任意同行を求める連絡を入れた。ダニエルは、電話口で落ち着いた声でこう答えたという。もちろんです。私には、隠すものは何もありません。だが捜査官たちはすでに、別の事実をつかみ始めていた。事故当日、ダニエルが主張するアリバイに、重大な矛盾が存在していたのだ。ダニエル・ハリスは、捜査官の前に現れた。服装は整い、表情は穏やかだった。まるで、何も恐れていないかのように。彼が語ったアリバイは、こうだ。事故が起きた2025年11月の夜、自分はオースティン市内の自宅から離れた場所にいた。友人のマーカス・ウェインと夕食を共にしていた。レストランの名前も、時間も、席の場所まで、よどみなく答えた。捜査官たちは、静かにメモを取った。そして翌日、そのレストランへ向かった。従業員の証言は、明快だった。その夜、ダニエルに似た男性の来店記録はない。防犯カメラの映像にも、彼の姿は映っていなかった。マーカス・ウェイン本人にも確認が取られた。彼は戸惑いながら、こう述べた。その日、ダニエルとは会っていない。少なくとも、その夜は、アリバイは、崩れた。だが問題は、それだけではなかった。ダニエルの携帯電話の位置情報記録が、新たな疑問を生んだ。事故現場から、わずか2kmの地点、ローラが事故に遭った時刻の、前後30分以内、そこに、彼のスマートフォンの電波が記録されていた。ダニエルは言った。たまたま近くを通っただけだ。それだけのことだ。捜査官の一人が、静かに資料を机に置いた。そこには、彼が事前に削除しようとした自動車整備記録の復元データがあった。ローラの車のブレーキ系統に、外部から手が加えられた痕跡。それが、そこに記されていた。沈黙が、取り調べ室を満たした。17年という歳月をかけて積み上げられた計画は、今、1枚ずつ剥がされようとしていた。そしてその次の層には、さらに深い亀裂が口を開けていた。亀裂は、静かに広がっていた。整備記録の復元データは、捜査チームに新たな疑問を突きつけた。ローラの車のブレーキ系統に、外部から手が加えられた痕跡。それは偶然では説明がつかなかった。しかし、誰がいつ、どこでそれを行ったのか、その答えは、まだ霧の中にあった。捜査官たちは、もう一度すべての証言を洗い直すことにした。事故当日、現場付近を通りかかったという目撃者が3人いた。最初の聴取では、全員が、普通の追突事故、と述べていた。しかし今回、2人目の目撃者の供述に、小さな矛盾が見つかった。彼女の名前は、マーガレット、62歳の退職教師だった。最初の供述で彼女はこう言っていた。車が急に蛇行を始め、そのまま中央分離帯に突っ込んだ。ところが復元された監視カメラの映像には、蛇行の前に、もう一台の車が接近していた瞬間が映っていた。マーガレットは、その車については、
一切触れていなかった。なぜ黙っていたのか、捜査官が再び彼女の元を訪ねると、彼女の表情は明らかにこわばっていた。長い沈黙の後、彼女はゆっくりと口を開いた。あの車の運転手の顔が見えた気がした。でも、確信が持てなくて、確信が持てなかったのか、それとも、確信があったから言えなかったのか。マーガレットが見たという、もう一台の車。その行き先を追うと、事故現場から約4キロ離れた駐車場に、不審な車両の停車記録が残っていた。そして、その車両の登録情報を紹介したとき、捜査官の手が止まった。登録者の名前は、夫のものではなかった。17年という計画の中に、もう一人の影が潜んでいた。次なる審問は、第二の容疑者へと向かおうとしていた。登録者の名前は、夫のものではなかった。捜査官たちは、その情報を前にして、しばらく言葉を失った。17年という歳月をかけた計画の中に、もう一人の人間が関わっていた可能性が、突如として浮かび上がったのだ。その名前は、ダニエル・クロスと言った。42歳、テキサス州ヒューストン在住。職業は自動車整備士。一見すると、どこにでもいる普通の男だった。しかし、調べを進めるうちに、被害者であるローラとの間に、無視できないつながりが見えてきた。二人は、17年前に同じ職場で働いていた。当時ローラは、ヒューストン郊外の小さな会社に勤めていた。ダニエルも、同じ時期にその会社の関連業者として出入りしていた記録が残っていた。接点は、そこだけではなかった。ローラの携帯電話の通話履歴を精査したところ、事故の3ヶ月前から、ダニエルの番号への着信が断続的に確認された。しかも、その多くは深夜の時間帯だった。夫は、このことを知っていたのか、それとも、ダニエルこそが、計画の実行役だったのか。車両の停車記録を詳細に分析すると、さらに衝撃的な事実が明らかになった。事故当日の午後、ダニエルの車は、現場となった高速道路の出入り口付近に、少なくとも2度停車していた。偶然とは、到底考えられない動きだった。捜査は、新たな局面を迎えようとしていた。夫という第一の影の背後に、もう一つの影が静かに息をしていた。そして二つの影が重なるとき、この事件の本当の輪郭が、ついに姿を現そうとしていた。捜査チームは、ついに動いた。ダニエルの車両停車記録。それは、偶然では説明できない奇跡を描いていた。事故当日の午後、彼は事故現場となった高速道路の出入り口付近に、少なくとも2度、車を止めていた。なぜ、そこに止まる必要があったのか。答えは、一つしかなかった。捜査官たちは、17年分の記録を、もう一度、最初から洗い直した。保険契約の増額履歴、整備記録の削除、GPS、データの改ざん、そして、妻の走行ルートが、事故当日だけ、不自然に変更されていた事実。妻は、誘導されていた。ダニエルは、17年という歳月をかけて、完璧な舞台を作り上げていた。急いではいなかった。焦りもなかった。ただ、静かに、着実に、その日のために準備を重ねていた。しかし、彼が見落としたものがあった。人間の記憶は、消せない。近隣住民の一人が、事故当日の午後、現場付近の出入り口で、ダニエルの車を見たと証言した。さらに、妻の携帯電話に残された最後のメッセージが、新たな疑惑を呼んだ。送信者は、夫ではなかった。もう一つの影、それは、17年前から、ダニエルと繋がっていた人物だった。共犯の可能性が、捜査線上に浮かび上がった瞬間だった。二つの影が重なるとき、事件の全貌は、もはや隠しようがなかった。2026年、テキサス州の法廷は、静かに、しかし確実に、その扉を開こうとしていた。真実は、もうすぐそこまで来ていた。2026年3月、テキサス州の法廷は、静かに開廷した。被告席に座るダニエルの表情は、終始、穏やかだった。しかしその穏やかさこそが、17年間、彼が磨き続けてきた仮面だった。検察は、積み上げてきた証拠を一つずつ提示した。保険契約の記録、GPS 履歴の改ざん、整備記録の意図的な削除、そして、もう一人の人物との17年にわたる密かなつながり。共犯者とみられるその人物は、
事故当日、現場から5キロ圏内にいたことが確認されていた。携帯電話に残された最後のメッセージ。それは、ダニエルからではなかった。しかし内容は、事故の完了を示唆するものだった。法廷は静まり返った。ダニエルは最後まで無実を主張した。妻の死は純粋な事故だったと涙を流しながらそう語り続けた。しかし陪審員たちの目は冷静だった。証拠は言葉よりも雄弁だった。評決は有罪、第1級殺人罪、求刑は終身刑だった。法廷を出る瞬間、ダニエルは一度だけ振り返った。何を見ようとしたのか、それは誰にもわからない。妻のローラが言って、もうすぐ1年が経つ。彼女が最後に見た景色は、高速道路の夜のヘッドライトだった。その光が、事故だったのか、それとも誰かの意思だったのか、ローラだけが知っている。17年という時間をかけた計画は、こうして終わりを告げた。しかし、すべての真実が明かされたわけではない。共犯者とされる人物は、依然として、多くを語らないままだ。この事件が残したものは、判決だけではない。それは、最も近くにいる人間を、果たして本当に知ることができるのか、という問いだった。次回、エピローグ。この物語の、静かな最後の章へ。それから、時間が流れた。デイビッドは、2026年初頭に正式起訴された。検察は、計画的殺人と保険詐欺、証拠隠滅の3つの罪状を並べた。裁判は今も続いている。共犯者とされた人物は、黙秘を続けた末に、司法取引に応じた。しかし、その証言の多くは、未だ非公開のままだ。ローラの家族は、真相が明らかになったことを、複雑な思いで受け止めたという。悲しみが癒えることはない。それでも、彼女の死が、偶然ではなかったと証明されたことは、一つの区切りになった。保健調査官のマーカスは、この件を機に、業界全体の調査基準が見直されたと語った。一人の人間の執念が、制度を動かした。17年という歳月、その重さを言葉で測ることはできない。最も近くにいた人が、最も遠い存在だった。この物語が問いかけるのは、ただそれだけのことかもしれない。